リラドデジョンです。今回はこちらね、日本最強の15人集めたら世界一ストレス、デイ2やっていきたいと思います。2月シーズンデイ2になります。2試合目はね、なんとね、対戦相手が日本のクランだったということでね、結構日本のクランともね、当たる回数が多くなってきてて、で、実はね、同じ人とも、別の回に別の月にね、当たってるところとかね、当たりつつって感じで、はい、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。カズマくん、クイヒーラバル。15になってからもかなりもうタウンホール15というものにすごい慣れてるというかもう理解してる感じがありますね。カズマくんはもうかなり安定してますね。さあスニゴブとシューターを置いてテスラのねバーバリアンで起こしていきました。この置き方だと逆サイもありそうだけどこのまま、最近この入りのやり方多い気がするカズマくんのスタイルでさあウォールブレーカーつけていきつつ横から入ってという、クイヒーのね、シンプルな、被弾の少ない当たり方ですごいいいと思いました。キングと当たりつつ、もう一回フリーズ必要ですね。もう一回フリーズかけつつ、ホーミングチェック用のバルーンを先導しつつ、いいね。超赤枠。さあ、ウォールブレーカーも美味しそう。素晴らしい誘導。キングのための穴開けもしっかりつけていきましたね。さあ、届くか？届かない。巨大爆弾がすごすぎた。キングは、このままロイちゃんとかを、処理はしてくれなかったけど、出てきたが、どっちにしろフェニックスになるんでね。凍結中ってちょっと復活遅くなるんですね。なるほど。氷が溶けてから復活するんだ。さあ、シューターの方見えてるかこれ。見えてますね、ウィザード。出したけどって感じ。サイドカットしたことによって、これ、投石の方にね、イエティを誘導してますね。うまい。イエティ投石入りつつ、これ、クイヒールートえぐいで。これによって、インフェルノタワーが全部なくなりつつ、両ヒーローも折れました。あとはタウンホールをラバルで取るだけなんですけど、その時にね、厄介なのが、やっぱりインビジブルタワーがね、タウンホール前にね、置かれてるケースが非常に多いので、ここにね、フリーザーできれば1枚残しておきたいんですよね。ベビドラをウィズ島の方に合わせつつ、ホーミングがヒットしてしまいますが、ここでトーム。インビジブルタワーは発動しちゃうぞ。どうする？ロイちゃん残してますね。ここにフリーズをかけていって、トルネのおかげでこれタウンホール現れますよ。これは、ここにレイジですね。そうですね。トルネを見てちょうどよく、利用させていただこうということで。インブはね、攻撃側にとってもいいことも、こういう、たまにあるからね、うまく利用した形。さあ、残りはもう投石と第1クロスだけ、ロイヤルチャンピオンブーメラン残して。安直にラバルにね、ロイヤルチャンピオンを混ぜるんじゃなくて、タウンホールと通過するっていうところで、ロイちゃんを別角度に用意して。あと、このね、ラバルの目的はタウンホールを取ればいいってだけで、後ろのところまで壊すっていう、そういう形じゃないからね。技術の高いインビジブルを最後、かけていってのフィニッシュが刺す。さあ、小川っちさん。こちらもクイヒーラバル。下か。クイラバの人って基本ね、どの戦術でもそうなんだけど、自分の形を持ってることが多くて、大体毎回、こういう入りね、自分の形にいかにね、持っていけるかみたいなのも結構大事なんで、そうすると毎回、サッカーとかでもそうですけどね、ドリブルして、左斜め45度からカットイン、デルピエロゾーンね、そういうのが大事ですね、クラクラでも。どのゲームでも結構大事で、モバとか、そういうのに近い気がしますね。クラクラでも自分の形で毎回そういうの持っていけると、展開は取りやすくなるかなと思いますが、プロシーンになってくると毎回同じ形だと対策もされちゃうので、いろんなやり方ができないといけないっていうところでね。その辺はね、カズマくんとかね、ガクとかが非常にうまいところで、結構形毎回同じなんだけど、相手の対策とかをね、外して詰めることが多くて、対策されてても取り切るみたいな力もね、当然必要で、この辺もね、対策されちゃ終わっちゃう人と、対策されてもいけるよって人と、ホッサンとかがね、対策されてもいけてるタイプで、どっちかっていうと、対策されてるとこ突っ込んで取りに行くからな。さあ、ここは先にフリーズをかけて、レイジなしで突破させていきつつ、火力を落としてタウンホールまで。もうここまで来れば、クイヒーアンチですね。
3000地帯に入ったので、ボマーセットで上からロイヤルチャンピオン、ラバルスタート。結構ロイちゃんへの被弾が上がりそうですね、それ。タウンホールの方もクイーン届きました。初手トームぶっ放していって、ロイちゃんはラバルのためのサイドカットみたいな使い方で置いてきましたね。まあもう落ちてしまってはいるんですが、今回はね、ボマーが使えるっていうところで、兵器が使えるので、ロイちゃんと兵器って結構、別々にね、ラバルとは違って、単独で仕事してくれるものをラバル以外に2つ持てるってなるとかなり余裕が出ますね。さあ、クイーンの方も余力があってクロークの星、ボマーも残っての前回ガーサス。うまい。どっちに流れてもいいような形なんですけど、まあ基本的には右側はキングで切ってるので左に行ってほしいという形でね、サイドカットしてましたね。さあ、レンスさん。トツウィズラバル。まずはラバルをポンと置いていきつつ。トツ撃艦。ただ。いいっすね。いいっすね、それ。うまい。トルネはギリギリかわせましたね。ちょっと危ないタイミングだったんだけど、通っていって。美味しいよ。これめちゃくちゃ美味しいよ。防衛側もね、刺されると分かってたのか、しっかり対策されてたんですけど。ラバー打っちゃったのちょっとマイナス。ラストインビジブル。これマルチまで攻めて折り切りたいかな。折り切れるか？ナイス。ナイス。イーグル砲がね、残ってしまいましたが。まあ。対策されてたことを考えると。逆サイドも切っていって、これタウンホールまで持ってく流れになりそうですかね。どうなんだろう。キングだけそこ使っていってクイーン合流してポンポンと2層してタウンラバルになるのか、それともってことですね。このウォールブレーカーは1層目からそれてしまったので、ちょっと届かなくなりましたね。マックスでね、真ん中までつけたいウォールブレーカーだったんですけど、こっち行くんだ。かなりゆっくり、丁寧に作っていきます。火力の低いところはそんなに。フィストを使ってちょっと時間の方も意識しての早めのフィストですね、これは。本来ならもっと貯めたいんだけど、さすがにこれは時間の方がやばいと。クイーンクロック危ない。ギリギリそれ撃てるんだ。クイーンはクローク打ちつつ、オイラはストライカー、ヘイスト、トーム、ポイズンタワーが入ってるので、ギリギリですが、これトーム、両方貯めていって、ヒールとかがあるとめちゃくちゃ強いポジションです。なんかアイゴレ入ってるね、投石のとこ。ビッグパートで出したアイゴレがいいわ。ロイヤルチャンピオンが、これは真ん中2つを追ってくれるような展開になりそうですね。ただ裏これ、難しいな。ベビー当ててのバルーン、アーチャータワーじゃない。そっち行くか。ベビードラタゲを取ってバルーンを生かして。ちょっと苦しくはなってるんですが、レイジタワーにイーグルが乗って火力が上がるのか、これは。ガンと、ちょっと、よ切れたやつもいる。さあ、フェニックス強い。フェニックスがアーチャータワーを落としきって、前回ガーサス。最後の締めの部分ね、いろいろ選択あったんですけど、落ちていたね。さあ、ひろやさん。ジャンプ入りのトツイズラバルっぽい。トツからラバトツ離していって、いいっすね。早めにポイズンタワーのタゲスイート。ホーミングも見えつつ、いいとこまで飛んでくな。この配置ね、結構前からちょいちょい出てくるけど、なんかバランス悪いんだよね、これ、下の方。さあ、うまい。これ、エレクトロタイタンの方にフリーズ打って、トツウィズ守ってきましたね。こういうのが必要になってくるんだね、トツウィズのプロたちは。レジェンドリーグで当たり慣れてるね。普通の人はね、もう間に合わなくて、意識がね、これどうすればいいのってなっちゃって死んじゃうんだけど。しかもこれ HP 落ちてるので。
両サイドアイゴレ。頑張れアイゴレ。バルーン入りましたが、対空砲までしっかり凍ってるので、アーチャーターンまで切りつつ、ジャンプ入ってるので、マルチタウンホールとこの辺まで入れていきたいわけですね。なので、限り、きつつ。さあ、来ました、ジャンプ。クイーンしっかり入ってほしいよ。キングに釣られないでね。大丈夫そう。マルチまで届いていって。このタイチクロスのネッタゲがね、キングから離れないように、ロイヤルチャンピオンも出してクイーンに入らないようにね、出しつつ。タウンはここで起動。一旦フリーズをかけて、クロークはタウンホールまで温存できました。トルネ出るけど、この巻き込み方は射程圏内なので大丈夫。さあ、ナイストーム。タウンポイズンは受けてしまいますが、マルチの方にロイちゃん届いていって、ラストまだフリーズがもう1本あるので、かけ直して全開。しっかりね、ラバハウンドが対空のタゲ取ってるのを見て、残してたバルーンも当てつつ、ラバの破裂だけで折れたわ。おでんオールか。うまいね、今。ベビーバルーン、あれにかけて、パピーのタゲ取ってるのを見て、裏からおでんとも折りつつ、ベビタゲでバルーンが届きましたよと。単体でも落とせるから。バーサス。フェニックスが意外とね、終盤普通に強かったりも、さっきのアタックもそうだけど、突ユズラバル、こうやって見てると、いろんなやり方っていいっすね。基本的にね、僕のチャンネルだと星3ぐらいしか突ユズのアタック出ないから。さあ、クイヒラバル。タウンクイヒやりつつって感じだったかな。シューターのためのホグ罠チェックからシューター展開して、アーチャータワーを切って、ついでにこの切り毒でホグを付け足すことで援軍を見ていくと。で、ポイズンターンの解除ですね、あと。いろいろできるから、これバルーンホグを使いましたと。援軍は美味しい美味しい。簡単に援軍処理ができます。ホーミングチェック。ですらもうちょいあるかなと思って、バルーン出したんですけど、それ以上は特に見えず。ここはロイヤルチャンピオン固めつつ、タウンホール当たるところ、これヒーラー入っちゃうんでね。ここは一回インビジブルからのホーミングチェック。通すことで奥までしっかり見えましたと。でキング展開、ロイヤルチャンピオン、キングタゲのところ、タイチクロスがね、クイーンじゃ打てないので、このタイチクロスの担当という意味合いで、ロイヤルチャンピオンはここに出てます。タイチクロス固まりつつ、おでんぞうじゃないわ。おでんぞうもいるわ。おでんぞうモノリスというね、高火力エリア。ここはクロークを使って、自分で押してますね。突破しつつ、ビストキング当てて、ロイヤルチャンピオンが投石マルチと言ってくれる。あとはボールブレーカーね、使ってったんですけど、しっかり。裏も、ラバにもね、かかるようなトームがね、ラバルをするときには非常に大事。クイラバでラバトームが決まったらめちゃくちゃ気持ちいい瞬間。あとは手持ちにバルーンも6体とフリーズもあるので、適当にバンバンバンと打てば終わりなんですけど、このタイミング。手元にバルーン6体あるので、回収エリアにポンポンポンと置いてあげれば終わりと。特に投げるとこもなくて結構最後迷ってた気がしますが、どこも足りてるなと思いつつ。はい。さあ、ホッサン、突ユズのアタックもね、続いてたので、ちょうどいいですね。タウンホール側、さあ、ポイズンタワーのタゲはしっかりラバで取れているので、ずれたところに、しかも結構ソロアナも出ていきましたね。さあ、ポイズン、インビジブルタワーが相手の方も発動してしまったので、いいタイミング。ギリギリまで引きつけて、完璧です。美味しい。
第1クロスまで行けたら、いいチェインが入りそうだったね、いろいろ。入んないか。いいチェインは1個しか入んなかったか。キングでタゲ取り。アーチャータワーのタゲはね、ユニコーンで回復できるのでそっちは大丈夫と。この辺ね、ゼロタゲにするんじゃなくて、ここだけ拾って。おい、ゴブリンチェック。今のゴブリンは、ここしか資源系の施設がなくなるので、バネをチェックできるというのね。結構重要なテクニック。1枚見て、奥までもう1枚つけてくるウォールブレーカー投げるのかなと思ったけど、ついたとこが微妙なんで、これ投げても左つきそうだなと感じてるかな。ウィズトを切っていって、キングが壁殴ってくれてるからちょうどいいですね。ジャイビズの方を上の大砲に当てていきつつ、ベビードラカット。ウォールブレーカー投げましたが、やっぱ逸れてますね。頑張れ、キング。はい、開けてきた。アイスラバハウンド。タゲ外しのクイーンに来ないようなタゲ外しだったんですけど、ユニコーンタゲってこっち来ちゃったので、素晴らしい、見えてる。アイスラバ隠してマルチ IT をクイーンで落としつつ、バルーンの HP も落ちてきてるのでね、この辺とも打ちたいですね。ラバ、ストライカー、結構ギリギリではなく早めにかけるタイミングになっちゃったんですけど、飛ばしていって、かなりの不穴も見えましたね。孤立してしまった透析機のところ、あとはモノリス終点にするだけですね。ロイちゃん来た。インビジブルタワー残ってるので、ここはフリーズ合わせていって、もう一回打つかな。はい。インビジブルタワー発動させないように。まあ、取り切れるか。おお。むしろ美味しいインビジブル。ああ、ツイズね、見てるとやりたくなるけどね、めちゃくちゃ難しいのと、厳しくねみたいな配置がね、当たってね、わかんなくなるんだよね。さあ、スミス、こっちもトツビズと、トツビズの数がえぐいっすね。さあ、ラバトツ。もうどの配置も基本みんなラバトツベースで考えて、これがね、ぶっちゃけ奥まで届くし。うん。援軍も連れてるすでに。第1クロスと、透析機。クイーンの方も処理できてる。うん。大きく一区画削っていきました。テスラも2本見えつつ、3本、4本折れてる。5本見えてる。こっちに5本、ボン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 って置いてある。いや、いいポイズンか？ギリギリ良くないポイズンだ。アーチャーだけ外れてますね。早いですが、もうキング展開してますね。ジャイビズ。ラもジャイビズ。まあ、ロイちゃんのための縦ジャイをね、結構みんなタウンホール14の頃よりね、キャンプが20枠増えてるので、まあ、ジャイアントみたいなね、縦ユニットを多く積んでる人も、いろんな編成でいますね。V ヒーラバルとかでもね、昔、シューター用のホグ積んでる人って、そんなに、まあいたけど、そこまで多くなかったんだけど、今やクイラバやってる人確定で一体入ってるレベルでみんな積んでるし、これぐらいね、キャンプの枠数でこういう縦ユニとかチェックユニットね、自由に積めるようになってます。ギリギリまで貯めていって、ここでフリーズしっかり、インビジブルタワーがね、発動するタイミング見てましたね。細い面でラバルを通していって、オイラバストライカー、ロイヤルチャンピオンも5つの一機のここヘイストトームと。ホーム中のユニットヘイストかけることで、無敵にながら走り回れるので、マリオのスタートって感じですね。気持ちいい。マルチの方まで穴は開いてるんですけど、さすがに生きてないので、ロイヤルチャンピオンが担当してくれます。先にマルチ届きつつ、超火力高いね、ここ。物騒な区画にかけつつ。モノリスまで、なんとか届きました。バーサス。
レジェンド見てても結構トツビズラバルの数がかなり多いみたいですね。現環境。クイヒーラバルとトツビズラバルが多いみたいで。まあ陸の人はね、天才エレクトロタイタン。単品で見たら、戦術使用率2位らしい天才エレクトロタイタンを。なんだけど、レジェンドリーグって限った話になると、トツビズラバルの数がめちゃめちゃ増えると。世界大会予選の、今やってるね、ウォームアップトーナメントの方はエレクトロタイタンが2番目らしい。1位はクイラバ。使用率ね。トツビズラバルはあんまり使われてない印象。やっぱ罠一つで結構変わっちゃうので対策されやすいっていうところと、トツビズやるよっていうのがね、事前に相手のメンバーが分かってると分かっちゃうからね。そういう時にトツビズ以外の戦術を持ってるかどうかでだいぶ変わるんですけど、ヒラヤさんとかね、タウンホール14の途中ぐらいからかなりツイッターとかで見てたけど、ウッドランチャー型とかいろんな形をね、練習してますみたいな。実際かなりトツビズ以外のラバルもめっちゃされてますよね、今。さあ、これは、イーグルまで行きたいレイジに見えますが、2枚目おかわり必要になっちゃうかな。さあ、これは自力で、気合で乗り切るか？気合で乗り切らせ、手前まで引っ張ることで1本の第1クロスかわしていきたいが、テスラが生えたことによってここはなんとかフリーズ。危ない。ターゲットこれで変えていきます。ヤッターさんの形も毎回結構似たような形なのがわかるかな。何度も見ていればわかると思うんですけど、オデヒーとシューター両サイドカットして中心にキングも入れたスーパーボーラーを突っ込ませる。この形を作る。自分の得意な形を作るっていうのが本当に大事なんだけど。強いね。さあ、おでんの塔もね、ここまで持ってきてタウンホールの爆破に合わせるような、いいトーム。スーパーボーラー、タウンホール入んなかった方がむしろ強いか。ちょっとタウン爆破には間に合わなかったけど。キング単体はフェニックスになるからね。タウン爆破入らなかったスーパーボーラーが逆に強いな。これヒーラーをレイジ効果乗せていくことで、これクイヒーが復活だ。復活して、そしてリックスケルトンを置くことで、ここ。ターゲット化してますね。マルチ IT だけじゃ落とせないような感じになってて、ロイヤルチャンピオンブーメランがそろそろ発動タイミング見計らってる頃。アーチャーターまでデギが入っていく。ぴょんぴょんぴょん。うまーい。ガーサス。結構ね、キングをサイドカット、キングネクロサイドカットで使うスーパーボーラーの人も多いんですけど、シューターを使ってサイドカットするっていうことは、こっち側のね、サイドカットに必要なくなるんでね。好みだったり、自分の感覚とかもそういうの大きく関わってくるところだと思いますが。さあ、リュウタくん、クイラバ。ね、リュウタくんのね、クイラバね、こういうの、タウンクイヒいきますからね。人によって全然スタイルが変わってくるところ。同じ戦術でも変わるの面白いですよね。ナイスホンテック。ちょっとね、それてもいいけど。あ、テスラ見えたの美味しい。こっちからフォーク投げたいね。対空砲折れたあたりで投げてくる。来ましたね。やっぱり来た。えぐい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 。えぐいけど、シューターの燃焼ダメージで、これ、だいぶスケルトン飛びましたね。レイジクイヒーかけつつ、テスラがしっかりね、対空砲のところじゃなくて奥までしっかり見えているので、これは強いですよ。火力高い。ギリギリ。クイーンの方にもポイズン置きましたね。これはインビジブルギリギリ。黒くっちゃった。惜しい。ウォールブレーカー1枚、左につき、隣についてしまいました。タウンポイズンも消えて、これはね、タウンクイヒの一区切りついたところ。これタウンホール14でもそうだったんだけど。感覚みんな、ね、クイヒやる人、タウンクイヒやる人あると思う。
旦ね、一番苦しいところ乗り越えたので、大丈夫と。シングル IT がダウン裏にあるところにね、食い火みんなやってきたところ、多いからね。面構えが違うんですよ。穴開け奥までしっかり開けたので、これマルチ IT も打てるような状況を作りつつ、中心フリーズうまい。フェニックスも取ってることでね、空は長ないっていうのは。ポイズンタワー下で受けてますね。対空砲にバルーン合わせていって、中心ロイヤルチャンピオンもまだ能力残ってる状況を放っていってのフィニッシュ。シューターも強い。すごい良かったね、この後。バーサス。スタート2本。ラビさん。ランチャー型かなこれ対策陣っていうところもあって、コウモリ置いて、対空砲カットのコウモリっぽかったけど、まあ、対策ってわけではないと思うけど、テスラがたくさん入ってきて、ちょっと崩されてますね。これはイーグル砲、そうだね、ライダーで降りたいためのコウモリ竹だったんだけど、これによってね、まあ、バルーンは結構使っちゃいましたが、イーグル砲の方をドラゴンライダーで折る角度に。あとは対空砲と、じゃあアーチャータワーと対空次第なので、折り切れるかどうかを計らってって感じだね。キングでマルチ IT の方に誘導させつつ、さあ、ゴーレム展開、ウッドランチャー真ん中マルチまで見ていく。さあ、ドラゴンライダーの方は大丈夫か？それフリーズかけないとやばいぞ。折り切れず。さあ、ジャイウィズロイちゃん。第1クロスがここは届いてしまう。でも中身によってはそれでイーグルが折れるんでは？寄っちゃったか。ただイーグルの竹はそっちにもらいつつ、イーグルに直接バルーンを与えて、まあターンラバルだと思うんですけど、エイスとイーグル当てつつ、もう回復しちゃってんね、全部。折り切れるか。イエティの。ミニエティも。イエティマイトも届きつつ、タウンホール固めていって、ラバー追いラバしましたね。追いラバストライカーからの、ナイストム。エストンのけ。クイーン処理の方もいい感じにできてますね。大丈夫。スケルトンの呪文も持ってきて、まあ、ケアというかそういう形でやってました。ダブルフリーズ使いつつ、宝石機のところでレイジ。もう一回フリーズが打ってるような状況なんですけど、パピーでタゲが取れてるので、タゲクロスの方に変えましたね。クロスウィザードの方にフリーズをかけて、クイーンは黒く持ってます。序盤崩されたんですけどね、かなり。崩されたというか、まあ、やりたかったね、このイーグル削りっていうのができなかったんですけど、それでも取り切ったと。そこのパートだけじゃなくてね、下のスーサイドパートとウッドランチャーを使ったところが刺さって、前回ガーサス。さあ、本日ラストアタックです。森尾さん、クイヒーラバル。クイラバも、トツイズラバルも非常に多いね。そういうメンバーを集めてるっていうのは当然、大いにある要素ではあるんですけど、これも対策陣っぽいやつ。対策陣だね。入れつつ、シューターの方でイーグル、対空砲、あの辺の区画を飛ばしていくと。ポイズンタワー外目で拾っちゃったけど、ヒーラー入るのあんま良くない。ヒーラーが回復量落ちるのがね、ここがね、ポイズンタワーの嫌なところ。ダメージ自体は痛くないんだけど。危ない、ギリギリ回復。ホーミングチェックのバルーンをレイジに乗せて。はい。もう一度ホーミングチェックのバルーンを、マルチが折れたり。
これウォールブレーカーつけていくの。あー、そっち行くんだ。おでんと折れろ。これで、キラがアンチに押し戻される。ロイヤルチャンピオン、なるほど。ウォールブレーカーつけて。そういう動きする。キングの方でね、マルチは。そのアイゴレむしろありがたいな。いいウォールブレーカー。もう一枚奥までつけれるか狙ってそうだけど。リーズかけつつ、ウォールブレーカー狙ってきましたね。この穴開けうまい。光は見えてましたね。赤バックヒットしたけど、ちょっとタイミング間に合わず。ただインビジブル見えて、やばいね。キングでタウンホールまで届きまして、クイーンクローク相手のクイーンに合わせて、クロスボウ、モノリスまで行けたら美味しかったけど、ちょっと中には入らず。キングいたけどクイーンだけ入っちゃったか、それ。いや、えぐいよ、これ。防衛施設がね、上がってないっていうところもあるけど、それをね、差し引いても圧倒的。素晴らしいアタック。デモンも残って、ユニットも残って、ストライカーも残っての前回。バーサス。ガガンと。いや、うまい。はい、ということでね、今回、2日目かな終わりまして、41点と、クイヒーラバルの数がかなり多かったのと、トツイズラバルの数もめちゃくちゃ多かったですね。基本的にレジェンド編成でみんな攻めてることも多いと思うので、レジェンドでやってる編成をそのままやってくれてるんじゃないかなと思うんですけど、今ね、レジェンドではやっぱりクイラバとトツイズラバルがかなり多いみたいで、対戦の方だとね、また変わってくるんですけど、その普段やってるみんなの形っていうのが見えた気がしますね。他のチャンネルであんまりどうだろう。クイヒーラバルがこんなに見れたり、一人じゃなくてね、いろんな人の攻めとしてたくさん見れたりっていうのあんまないと思うんでね、非常に貴重かなと思います。だけで今回こんな感じだと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。おさら